今日は4位から6位を発表します。おはようございます。歌舞伎 YouTuber の電脳和風です。今日は12月大歌舞伎初日に来ました。いやー、この入り口がインバウンドの方も多いですし、昭和通り側からの列というこの珍しいシーンです。いや、本当に賑わってますね。今月本当に楽しみです。それでは12月大歌舞伎初日歌舞伎座行ってみましょう。レッツゴー。私のランキングこれから発表します。その前に私のランキングですけども、3つの考え方からできてます。まず私のドーパミンが上がったか、ドキドキしたか、ワクワクしたか、感動したか。そして2つ目は私がもう一度見たいか、一幕見席としてもう一度見たいかどうか。そして3つ目、これは例えば国宝を見て歌舞伎を見に来た方にお勧めしたいかどうかという観点でつけています。あくまでも一幕見席用ですんで、その参考にしてほしいし、ぜひ皆さん自分の目で確かめてください。それではまず4位から6位を発表します。今月なかなか本当に古典の世話物、そして超歌舞伎、そして火の鳥、本当に難しいんですけども、第6位は超歌舞伎世界の花結ぶ琴の葉の前半です。今12月歌舞伎の第1部の超歌舞伎世界の花結ぶ琴の葉が終わりました。まずこれ11時開始なんですけども、その10分前から映像が流されます。獅童さんの映像です。それ見逃さないように注意してください。最後は中村獅童さんの絶景かな、絶景かな、はて風情ある眺めじゃなというところで終わります。一番最初この10分間のところで獅童さんがやりたかったことが語られます。歌舞伎は江戸では最先端だった。そして江戸の盛り上がりを再現したいということです。それでこれはずっと超歌舞伎 NTT がサポートしていて、今回 NTT の ION という光の技術ネットワークをでサポートしているということで、獅童さんツインが出てきて10年間を振り返る動画でした。ここちょっと音が大きいんで注意してください。本編に入るともう少し落ち着きます。そして幕が開くと木戸丸、これを歌唱さんがやってますけども、実は、藤原の住友の息子だったということが分かります。そして父親から源氏を討てと、源頼光を討てというところから物語が始まります。そしてこの木戸丸、やっぱり歌唱さん体が切れて、どんな役をやってもなんか芝居が落ち着くという感じがします。そしてこの次の場面で、源のこの頼光が弟の頼信種之助さんと一緒に出てきます。そして種之助さんのパートナーが初音姫、左近である。そして頼光は初音ミク、ここはデジタルですけども、初音ミクに恋をしてしまうというところです。太夫である初音ミクに恋をしてで、廓に行ってしまうと。でもその間に種之助さんが、敵方、木戸丸一派にやられてしまうと。ここ、アクション、黒い忍者対白い忍者という見せ場もありました。
結構初音ミク、最近 AI でもいろんな、人間の動きがかなり精巧に描けますけども、こうなると本当に影とかこのひらりというこの手の動き、そして着物の揺れ方、だんだん本当に人間に近づいているなという気がします。そのうちロボットが出てくるかもしれませんね、歌舞伎にと思いました。でその次に白鷺の左近さんと木戸丸の歌唱さんの戦い、ここが一番見どころでした。左近さん、来年、辰之助さんという襲名が決まってますけども、女形綺麗ですね。戦いで、ここは映画の国宝の一番最初に出てきた関の戸、積もる濃い雪の関の戸の桜バージョンです。桜の下で、これが繰り広げられますけども、美しい。ぜひ映画の国宝を思い出しながら見てください。そしてこのキビキビとした戦い、ぶっ返りとかもありますし、見応えたっぷりですけども、2人の体のキレもいい。最後花道を去る時のこの白鷺の初音役、左近さんの目がいいんですよ。目をずっと開けていて、でこの気合の入った目、そこに薄く紅が塗られてます。そして割とクリッとした目なんですけども、その目にほのかに色気とこの怪しさが入っていて良かったです。オペラグラスで左近さんの目をぜひ見てください。そして最後は羅生門の上ということで、上に獅童さんの袴田安助、そして今度は門がせり上がり、羅生門の下にはさよ風の時蔵さんがいました。この2人が宝の矢をパッと上から獅童さんが投げる、そして下で時蔵さんが受け取る。ここもアクロバティックですんで、ぜひ見てください。ということで、まずは、物語の発端から、これからこの頼光の獅童さんがどうなるか、そして、木戸丸歌唱さんは果たして頼光を討てるのかという、きっと楽しい場面が待ってるでしょう。結構舞台転換多いんですけども、つなぎは、花道を使って、うまく飽きさせないように工夫されてました。歌舞伎の型もきちんと使ってますし、見栄もある。そして、音楽も義太夫もしっかり語ってる場面もある。長唄も舞台上でも頑張ってると。あとちょっとここでマイクを使っているところがどうなのかというところあります。はいえ、後半楽しみです。それではこの超歌舞伎世界の花結ぶことの葉、後半に行ってみましょう。レッツゴー。第5位は超歌舞伎世界の花結ぶことの葉の後半で、今超歌舞伎が終わりました。最後は大衆演劇の舞踊ショーのように超豪華、超ド派手に終わりました。そして幕が開いて、初音ミクファン、超歌舞伎ファンがこのペンライトを振って派手に終わりました。後半は春樹くん、夏樹くんの兄弟が出てきて、デジタルのいろんな映像とか音の中でこのドキドキする心、本当にうまくいくかというものを持ち込んでくれたと思います。ただ正直に言って、ちょっとこのド派手さに、そしてみんなでペンライトを振るというこの習慣慣れてない人は置いてかれてしまうというところもあるかもしれません。ちょっと意外とお客さんが初日ですけども、まだ空席が目立つという気もしました。ちょっと物語の展開がすごく早くて、
で分かりにくいところがあります。特にこの獅童さんが、源頼光という役と袴田の安助という役のこの両方をやってるというところが早変わりで、きちんと認識しないとちょっと筋の理解に混乱をきたします。後半の流れは、これは源頼光が初音ミク演じる七屋太夫に心惹かれて、で、廓に入り浸ってる。でそこにこの入り浸る頼光を諌めるために平井康政が来ると。平井康政は清志郎さんがやってます。で頼光は原因不明の病に侵される。でその原因が雲であるということで、春樹くんの貞影丸、そして夏樹くんの金毘羅丸がその女郎雲を捉えようとする。実はこの女郎雲は頼光に実は許けがあると知って嫉妬に狂い、この悪七綾姫になってる。でこの頼光の病の元になる雲と2人が、春樹くん夏樹くんが戦うけど、もう一本のとこで、逃げられてしまう。で平井康政が今度はこのもののけ退治、雲退治に入る。でそうするとこの悪七綾姫、亡霊なんですけども、虎の時の血があるとそれを倒すことができると。でそれで今度獅童さんがやってる袴田の安助が腹を切る。なぜだと、安政と安助は兄弟だった。安助は、自分がその初音ミク演じる七屋太夫を実は切ってしまったと。そのお詫びに自分の血を使ってくれという。それで頼光がよみがえる。そして最後は頼光がこの悪い七屋太夫の亡霊を倒すという話でした。ちょっとこの人間関係が、分かりづらいですね。そして、初めて見るんで、展開が早いというところもあります。そこはご注意ください。ということで、いろんな歌舞伎の要素を組み合わせながら、デジタルと子供、途中デジタルのお雑馬なんていうのも出てきました。そして大音量を除けばきちんと歌舞伎の型も使っているということで、意欲作ではあると思います。ここは新橋演舞場ではないんで、もう少し歌舞伎寄りでもいいなと思いますけども、これがロックンローラー、獅童さんの色、そして味でしょうか。ということで、超歌舞伎、超ド派手な歌舞伎をお届けしました。そして第4位は芝浜の革財布です。今芝浜革財布が終わりました。今もう5時を過ぎてるんで、少し寒くなってきて、私も上着を着てますけども、そういう寒い時に心がほっこりとするような芝浜でした。落語の芝浜は最後夢になっちゃいけねえで終わりますけども、今回のこの歌舞伎の芝浜革財布、どういうふうに終わるかはぜひ本物を見て楽しみにしていてください。ちょっと私がネタバレするのはやめておきます。これは政五郎が獅童さん、そして女房のお辰が寺島しのぶさんということで、寺島しのぶさんが女として、舞台に立つんで、
話題になってます。以前文七もっとい物語ではこの2人もやはりコンビでした。そして2022年の3月に芝浜川財布かかってます。その時は政五郎が菊五郎さん、そしてお達が時蔵さんでした。なんか、寺島しのぶさんと獅童さん、本当の旦那と女房のように、ちょっとイチャイチャ、そして結構手に手を重ねるところとか、体を優しくいたわるところ、そんなとこに夫婦感がより出ていたかなと思います。ドナルド・キーンさんが書いてますけども、やっぱり歌舞伎の特徴としてこの女形というものがあります。見る人は男がやってると知って女形を見るという、その矛盾がいいんだというふうに日本の文化の造形の深いドナルド・キーンさん言ってます。そういう意味ではやはりちょっと男が女房役やるときと違うかなというふうには感じました。あと、特徴として最初、財布を拾って、でその後政五郎がどんちゃん騒ぎをする、その中で今回七代目、菊五郎さんにアドバイスをもらったということで歌舞伎以外の役者さんも出てます。梶原善さんが出ています。三谷幸喜さんのつながりでしょうか。結構酔っ払って都々逸を歌う姿、なかなかコミカルでした。なんかそのお酒を飲んで騒ぐところ、これは逆に円屋さんは抑えて、いつもよりも静かな円屋さんで、それがあれと思いました。で喧嘩をするのは、中車さんです。大工の勘太郎中車さんやってますというところで、澤瀉屋も活躍するし、そして賑やかなドリフのような、または松竹新喜劇のような、芝浜の前半でした。ただあらすじ的にはその後女房のお達が、お金をお上に預ける、拾ったんですと。そして実は1年後にお金が返ってくる。そしてそれを3年後に告白する。それがまさに年の暮れということで、今の季節にぴったりでした。そしてお正月の準備をしている中で、実はあれは夢ではなかったのよと。でお金をあなたがお酒に使っちゃうから隠しておいたのよということで、立派に改心をしたこの政五郎、畳も新しくなっている、新年を気持ちよく迎えれるということで、本当に女房のお達に感謝するといういい話でした。あと途中お酒を持ってくるところで、夏樹くんが出てきます。いや朝早く叩き起こされて眠いのよ、眠いふり、いやうまいですね。そしてお兄さんの春樹くんは、デッチの役で超歌舞伎の真似をしていました。そんな、ファミリー感もある芝浜でした。寺島しのぶさん、ちょっとお化粧が、首筋が結構白くて、顔が結構肌色で、普通の役者さんと化粧が違うなというふうには感じました。そこら辺も、初日からどんどん改善されるか、それとも女優が女をやるとこうなのでしょうか、ちょっと分かりません。ということで芝浜でした。ほっこり幸せな年の暮れが迎えられそうです。以上レポートでした。ということで今日も歌舞伎座からお届けしました。1部2部3部、逆に3部制あるんで、時間的には少しコンパクトになって
集中して見やすいと思います。ぜひ生の舞台を見てください。ぜひ1月22日のこの神山先生の講演、初代辰之助の話も聞ける。そして、勘三郎さん、17世の勘三郎さんの話も出ます。そして12月18日は新歌舞伎ということで、三島由紀夫たちが作った新歌舞伎の話を織田先生にしていただきます。よろしければ世田谷文学館にお越しください。皆様、そしていいねもよろしくお願いします。そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。よろしければスマホのアプリ使っている方、ハイプというこのメッセージ欄をスワイプすると出てくるハイプで私の応援もよろしくお願いします。ということで、今日もたっぷり一日楽しめました。12月歌舞伎座、本当にバラエティが豊かです。私の一幕見席の結果も参考にしてください。それでは歌舞伎 YouTuber の電話ワーフでした。それではまた。